はい、新宿日本語学校で進学を担当しております吉沢と申します。初めは新宿日本語学校で大学あるいは大学院に進学するための教科の指導をしていました。数学ですとか歴史経済地理とかという総合科目、あるいは場合によっては物理科学も教えていましたけれども十数年前から、進学担当になりまして、長いことたくさんの学生たちの、最近は就職も増えてきてます。だから進学就職指導をしております吉沢武と申します。進学と言いましても先ほど言ったように大学院、大学、専門学校全部分野が違います。そうすると準備するものも違ってきますね。大学院の場合ですと大学院に入るための研究計画書をできれば日本語で書く、最悪の場合でも英語で書ける。でその内容をチェックしないといけないです。これちょっと大変なことで専門分野によっては本当に調べないと、私がチェックする時も調べないといけないという大変なことはありますけども、それが第一ですね。で、大学は理系と文系に分かれます。文系の学生は経済学だとか心理学だとか社会学と勉強します。理系の学生は理工学部、理学部、あるいは薬学だとか理系の勉強をします。だからまず理系と文系に、大学を受ける学生は分かれていきます。でそのためには日本留学試験というのがあります。 EJU と言います。それは2度チャンスがありまして6月と11月です。はい、そこで、教科の点数を取らないといけないです。例えば文系の学生だと最大で日本語、総合科目、数学取らないといけないです。理系の学生は日本語、数学、理科、物理、科学、生物から2科目選んで受験します。まずそのための準備は、そうですね1年はかかりますかね。大変だと思います。目的を達成する、あるいは自分が入りたい大学に入るためには結構努力が必要だと思います。で専門学校は、今は5月ですけども6月7月頃からいろいろとオープンキャンパスだとか、学校説明会が始まりますから、そういうアナウンスをします。で7月に日本語能力試験 JLPT というのがあります。で専門学校入るならばできれば希望としては N2 を持っているといいと思います。はい、新宿日本語学校に在籍していて就職したい、進学したいという学生全部です。大学、特に大学ですかね、専門学校もそうですけども筆記試験、ペーパー試験でちょっと失敗しちゃった。でも最後は面接試験一発逆転というのがあります。だから面接試験はやっぱり面接官が日本語で聞いてきますから、その質問に対してしっかりと答えられる、聞き取れる力があれば、あるいは自分が学びたい意欲を相手に伝えられればずっと変わってくると思います。はい、だからもちろんいろんな JLPT とか EJU だとか点数を取った方がいいわけですけども、逆も言えるんですよ。点数が良くても面接で不合格っていう学生もおります。はい、だから日々日本語学校で日本語をしっかり勉強して、まず質問者の意味を理解して的確に答えられるように。面接の練習は、多い学生だと5回6回って練習する学生もいます。はい、もちろん1回で OK な学生もいます。やっぱりそれぞれの母国でも同じように、今うちには、ね、60カ国ぐらいの学生が来ておりますから国によって条件が違ってきます。で例えば数学でもここの分野は国で勉強したけどここは勉強してない。でも日本の大学あるいは大学に入るためにはここまで勉強しておかなきゃいけないって。
そういうことをしっかりと本人が自覚して何を準備したらいいのかっていうことがまず大事だと思います。あとはそうですね、数は少ないですけれども、日本中も大変ですけど、医学部に進学した生徒が1、2、3、4、5人ぐらいおります。はい、超難関なんですけども、やっぱりそういうことに挑戦して、日本で今もうお医者さんやっている子が3人ぐらいいますかね。はい、だから頑張れば目標は達成できると思います。そうですね、実際に何とかという大学を受ける、あるいは専門学校を受けるときに、国の高等学校、まあ大学院の場合には大学ですけども、国の学校の卒業証明書、それから高校の場合に3年間の成績証明書、これが必ず必要です。だから2つの学校を受けるんでしたら、国から2つその資料を送ってもらわないといけないです。最近は中国語英語で書かれていると OK という学校もありますけれども、大学あるいは学校によっては日本語の翻訳をつけないといけないです。はい、それは一緒に手伝って翻訳をつけます。そんなに難しい作業じゃない。一番大事なのはですから、資料を国から送ってもらわないと書類を出せません。受験できません。はい。一番大事なのはやはり日本語力ですね。あとは分野でいくと、やっぱり理系、情報系とか IT 系とかっていうのは比較的就職が決まるのが早いです。人文系の学生はちょっと苦戦しますね。一番大きいのはやはり日本語 N2、N1 を持っていれば、就職のチャンスは広がってきます。でも早い学生で1ヶ月、遅い学生で6ヶ月ぐらいかかります、就職活動。だからそれもじれないで努力して、なるべく自分が行きたい分野、行きたい会社に就職できるようにサポートしています。就職大変ですやっぱりある程度その抽象的なものの考え方、あるいは日常会話じゃなくてちょっとレベルが上がってきて専門性が入ってきた時に、それがまずとりあえず日本語で表現できる、そこができると大学に入っても、あるいは就職しても使える日本語にはなると思います。そんなに変更はありませんね。ただ就職を希望する学生が以前よりは増えてきているので、少しその就職サポートを厚くしていきたいと思っております。どちらにしても大変なので、大変なのは学生なので、学生が頑張ればいいと思いますはい、最近の留学生はもう10年15年前の学生と比べますと、やはり日本で就職したい、あるいは日本の学校を卒業した後日本で就職したいという学生が本当に増えています。そのためにも今日本語学校でしっかりした日本語の基礎力を身につけて、ね、日本の学校あるいは社会で頑張ってほしいと思います。以上です。じゃあどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。